続いて21個目はループのアニメーションを作っていきたいと思います。ショート動画とかでループは結構使うので、なんとなくのやり方は把握しておいて損はないかもしれません。今回使うのはボールが四角形の上に跳ねるというこういう形を作っていきたいと思います。ということで、まずはボールが跳ねる動きを作っていきましょう。この丸いシェイプを動かしていきたいときに、これまでの復習をすると位置にキーフレームを打っておいて、今回は Y 軸を50のところに設定します。そしてループをさせたいのであれば、これら2つのキーフレームを選択して、ここにコピペをしていくことによってループをさせることができますが、これだと正直何度もコピペするのが手間です。ということで、ここでエクスプレッションというのを使っていきます。エクスプレッションというのはコーディングみたいな感じのやつですね。ということで、このストップウォッチをオプションキーを押しながらクリックして、この小窓を開いておきます。ここにループアウトという風に書いておきます。ループアウトというのは、このキーフレームが終わった後に動きをループさせるということです。ということで、ここのカッコのところにピンポンという風に書いてみます。ピンポンというのはキーフレームが終わったら、その動きを巻き戻して再び戻っていく、そういう動きをします。このキーフレーム2つを選択しておいて F9 で Easy Ease を使って動きをちょっと滑らかにしておきましょう。グラフエディタで速度グラフを開いておいて、ここで前半のところだけスピードが速くなるように設定しておきます。さあ、これでボールがぴょんぴょんと跳ねていく動きが出来上がりました。キーフレームを何度もコピーしなくてもこれで永遠と繰り返してくれます。さあ、ボールの動きができたところで今度はシェイプを繰り返す方法を見ていきます。今回はこの四角形を繰り返していきたいので、このコンテンツのところから追加を選択してリピーターを追加しておきます。ここで今回はコピー数は12くらいにしておきましょうかね。そしてトランスフォームリピーターのところを開いておいて、ここで位置を調整していきます。このトランスフォームリピーターの位置の X 軸を20に設定しておいて20ずつ増やしておきます。このオフセットの数値を下げていくことによって、こんな感じで画面に広がるようになります。これはトランスフォームリピーターなので、12個複製した長方形自体の位置をずらしています。これとは別に長方形の長方形パスの位置を動かしていきます。これはつまりリピートしたものすべてを含める位置です。ということで、ここで位置にキーフレームを打ちます。そしてタイムラインを見ていきながら、ボールが地面についたところで次の長方形のところに着地してほしいので、この位置の数値をずらしていきます。先ほどリピーターで20ずつずらしていったので、この位置も50から30、20マイナスで設定しておくと、ちょうどドンピシャで次のところに着地するようになります。あとは次の着地するところも同じくマイナス20に設定します。これを繰り返していきながら、今回は2秒のところまでこのキーフレームを打っていきましょう。そしてキーフレームを打ったら全て選択して F9 キーで Easy Ease を選択しておきます。さあ、これでボールが跳ねてちょうど着地するところに長方形が設置するようになります。さあ、これで一旦ループの映像は完成するんですが、厳密に言うとこれちょっとループはしていないんですよね。というのも、この最後の2秒後のところでキーフレームが終わるのですが、ここで0秒のところに戻った時に同じキーフレームがまた繰り返されるようになります。つまり厳密に言うと1フレームだけ映像が止まってしまうんですね。ということで、ここの2秒のところで次の0秒のところに切り替わるように、キーボード N を押してワークエリアを1フレームだけ狭めておきます。さあ、こうすることによって画面が止まらずに繰り返して映像が再生されるようになります。今回はシェイプで作ってみましたが、ショート動画とかでループ動画を作るときも似たような操作をするので、ぜひとも参考にしてみてはいかがでしょうか。じゃあ次行くよい。